ローウォーズファンの皆様、おはようございます。視聴者様から、画像掲示板に興味がありますというコメントをいただいたので、今回の動画では、それについてお話をしようと思います。ギルドノートとは、ギルドチャットの上部に設置してある、コメントを書くことができるスペースのことです。デスノートじゃないんだよー。ここに、使えないギルドメイトの名前を書いても、何も起こらないよー。ギルドノートの文章の編集は、ギルドマスターしかできません。ギルドマスターの画面だけは、このように鉛筆マークが表示されていて、そこをクリックすることで、文章を修正することができます。さて、これはカーク信者のギルドのギルドノートになりますが、ご覧のように、ギルドノートに画像掲示板のリンクを貼り付けています。こうすることにより、新規加入のギルドメイトに対して、ギルドのルールを説明する手間が省けるのです。ギルドノートを見て、わからないことがあれば聞いてください。このように、一言説明するだけで、煩わしさから解放されるのです。カーク信者は、目を通せば誰でもわかる資料を作って、いちいち説明なんてしない、という考え方で、ギルドを運営しているのです。ギルドノートの中身を紹介するよ。ララ掲示板は、至って普通の画像掲示板です。無料版を使用する場合、いくつかの機能制限はありますが、一つの画面に最大で、21枚の画像を並べることが可能になっています。ギルド運営用に、有料版の掲示板を使うわけないよねー。カーク信者の場合は、掲示板の2ページ目を見るのが面倒だと感じたので、必要最低限の情報が掲示板の1ページ目に収まるように、画像を配置しています。この画像掲示板は、元画像という部分をクリックすると、画像を大きく表示することができるので、アドベンチャーマップなどを見る際でも、文字が小さくて、わからないといったことはありません。今表示している画像は、実際にカーク信者が使用している画像になります。この画像掲示板を使い始めた理由は、ペットアドベンチャーのマップを共有することが目的でした。視聴者様もご存知のように、アドベンチャーに関するマップは、インターネット上に数種類が出回っています。ギルドメイトによっては、他のマップを見ながら遊戯しているケースがあり、ギルドメイト間で、コースについて、意見の対立が発生したことがあったのです。そういった揉め事が生じないように、グラビティでは、このマップに書かれた、青、緑、オレンジのコースを遵守するというルールを制定しました。また、弱すぎるギルドメイトがアドベンチャーを台無しにしてしまうのを防ぐ目的で、それぞれのマップに必要最低限の、総合パワーの目安を表示しています。このマップのルート通りに進めないギルドメイトは、速攻でキックアウトするべきだよー。ギルドによっては、discord.com のチャット機能を活用して、ギルドメイト間の意思疎通を図っているみたいですが、グラビティでは、シンプルに画像掲示板を使っています。まあ、カーク信者の場合は、discord.com の使い方がわからないという理由で、画像掲示板を使っているだけなんですけどね。あはは。視聴者様の中で、ララ掲示板よりも使い勝手の良い掲示板をご存知の人がおられましたら、コメント欄で教えていただけたら幸いです。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、ララ掲示板を昔から知っていた人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。